こんにちは、パパシェフです。伝説の家政婦シマさんのレシピ本を参考にマカロニクリームコロッケを作っていこうと思います。はい、まずね、計量を済ましておきましょう。クリームコロッケ、はっきり言って作るのはめんどくさいんですけど、出来たてを食べた時のあの感動は格別です。時間がある時にね、ぜひ作ってみてください。小鍋にお湯を沸かしてマカロニを茹でていきます。お湯にお塩を小さじ1程度入れてマカロニを投入。袋の表示の時間よりも3分長く茹でていきます。マカロニを茹でている間に玉ねぎをみじん切りにしていきます。レシピでは2分の1使用って書いてあるんですが、玉ねぎが小さかったので1個丸ごと使っちゃいました。横に包丁を入れるときなんですけど、ちょっと斜めに入れてあげるとばらけなくていいってシマさんが言ってましたね。カニカマをほぐしていきましょう。カニカマなんですけど、クリームコロッケにするとカニクリームコロッケになるんですよね。カニカマって侮れないですよね。ちなみに僕、カニカマ大好きです。マカロニは茹で上がったらざるにあげましょう。そのまま粗みじん切りにしていきます。茹で上がった直後はしっかりと熱いんで、やけどには注意してください。ホワイトソースを作っていきます。フライパンにバターを入れて温めていく。火加減は最初は中火。バターが溶けてきたら玉ねぎを加えます。バターが完全に溶けたら火加減を弱めの中火にします。玉ねぎが透明になってしんなりするまで炒めていきましょう。玉ねぎに火が通ったら小麦粉を加えます。全体的に広げるようにして振りかけてあげましょう。粉っ気がなくなるまでしっかりと炒めていきます。小麦粉にもしっかり火を入れておくっていうことがポイントで、ここでしっかり火入れしておくと牛乳を入れた時にダマになりにくいです。牛乳を3分の1量加えていきます。火加減は強火にします。牛乳が沸騰したら常に水面がボコボコしている程度の火加減を保ちます。ダマを練りつぶすようにしてしっかりと混ぜていきましょう。といっても小麦粉があっという間に水分を吸って牛乳はすぐになくなってしまいます。こんな感じで表面が滑らかになったら残りの牛乳の半量を加えます。ホワイトソースってダマにならないように作るのが本当に難しいんですよね。今回は玉ねぎが入っているんでダマになりにくいんですけど、牛乳を一度にバーンなんて加えたらすぐにダマができちゃいます。牛乳を加えてソース全体が馴染んできたらまた少し牛乳を足す。この繰り返しでホワイトソースって作っていくんですよね。結構根気がいるんですよ。最後の牛乳を加えていきます。ちなみに火加減はずっと強火なんで焦がさないようにだけ注意してください。ソースの仕上がりがちょっと硬かったかなーって感じですね。もうちょっと柔らかくしたいときは牛乳を加えて調整してください。刻んだマカロニとカニカマを加えます。ちなみにホワイトソースが出来上がったら火は止めておいてください。生地全体が馴染むようにしっかりと混ぜましょう。ちょっと味見してみます。ホワイトソースって感じですね。味が全くないんで塩コショウで味を整えていきましょう。もうあとはパン粉をつけてあげるだけなんで、ここで美味しくなるように味付けをしておきましょう。胡椒も少々。隠し味に醤油を少々。醤油は旨味もあるんでちょっとだけ加えてあげると味が締まっておすすめです。バットにパン粉を敷いてそこにスプーンですくったホワイトソースを落としていきます。パン粉は目の細かいサラサラのものを使うのがおすすめです。僕は冷蔵庫に残っていた生パン粉を使ったんですけど、パン粉が油を吸っちゃってちょっと失敗でしたね。パン粉を全体にまぶして成形していきます。生地を固めに仕上げたんで意外にも成形しやすくて結構楽しいです。あと小さくしすぎたのは失敗でした。これの3倍くらいの大きさが多分ちょうどいいです。だいたい仕上がったホワイトソースを16等分ぐらいにして仕上げてみてください。フライパンの底面に広がるぐらいの油を入れて中火で熱していきます。油が温まったら揚げていきましょう。具材にはもう火が入っているんでパン粉に美味しそうな焼き色がつけば完成です。
たまにフライパンを傾けて側面も揚げてあげます。ホワイトソースが温まってくると柔らかくなってひっくり返すのが難しくなってきます。形が崩れないように注意しましょう。美味しそうな焼き色がついたら完成です。揚げ焼きって上手な焼き色をつけるのが難しいですね。トロトロのホワイトソースとカリッカリのパン粉、カニカマの旨味が効いて本当に美味しかった。出来たてのクリームコロッケはやっぱり格別だね。ソースをかけて食べていきます。ソースをかけるともっと美味しいね。ただ食べ過ぎると胃もたれしちゃうんで、食べ過ぎには注意してください。